皆さんこんにちは、五戸美希です。今日はプレゼンが上手くなる、そんな動画にしたいと思います。プレゼンテーションとはというところをですね、まず辞書で調べますとこういうふうに出てきますね。計画、企画案、見積もりなどを会議などの席で発表、提示すること、例として出てくるのは広告代理店の人が広告主に説明をする、これが代表的なプレゼンテーションと言えると思いますね。で、今だとその広告代理店の人だけのものではないですね。プレゼンって言ったら新商品を発表する、そのメーカーの方が発表するのもプレゼンになりますし、あとは例えば講演会をするとかセミナーをするとか、あとは研究発表とかもプレゼンっていうこと結構ありますし、学校でプレゼンの練習をする、小中学生がプレゼンの練習をするってなった時のテーマは、例えば私の趣味とか自分の好きな食べ物、それをテーマにプレゼンするなんていうこともありますね。で、まとめるとプレゼンっていうのは誰かに何かを分かりやすく伝えるっていうことにまとめられると思います。この誰かに何かを分かりやすく伝える、その時に大事なことは何だと思いますか？トークの要素6つあるとお伝えしました。この6つのうちどれが大事だと思いますか？私、プレゼンで一番大事なのは5番の見た目。これはイケメンだとかそういうことじゃなくて、スライドの作り方、スライドの見せ方が一番大事だと思うんですね。もちろん全部大事ですよ。でも全部大事だから全部ここでずっと喋っていたらもうこの動画日が暮れてしまいますので、今日はですね、見た目スライドというところに特化してお伝えしていきたいと思います。プレゼンはですね、私今までいろんなプレゼンを見てきまして、これはあちゃーだなって思うプレゼンもたくさん見てきましたので、今日はですね、プレゼン失敗あるあると題しまして、3つのプレゼン失敗あるあるから学んでいきたいと思います。スピーチトレーニング。プレゼン失敗あるあるその1、スライドに原稿を全部入れてしまう。これはお見かけする事象ですね。例えばこういうのですね、全部覚えられないからスライドに文字を全部入れないと不安だということで原稿を全部書いてしまう。本番はそれを全部読むということをやってしまう方いらっしゃるんですけれども、あまりにスライドに文字が多いとですね、聞き手の皆さんは思考停止ですね。今日はなんか難しいことを話してるなって終わってしまいますので、伝えたいことが伝わらない。このスライドが長いからということで資料をお配りしているということになりますと、皆さんその資料をですね、下を向いてずっと見ている、文字を追っているっていう時間になりますので、話聞いてくれてないっていうことが起きるんですよね。全部書いてしまうんだったらそれ配ればいいって話になりますしね。スライドっていうのは原稿全部入れちゃもう絶対ダメです。大事な単語だけスライドに入れてください。原稿を作りたい方は別に作りましょう。スライドにパワーポイントだったらノート機能というのありますので、ノートのところに原稿を入れるのもいいですし、スライドをプリントアウトしてそこにメモを入れるというのもいいと思います。原稿ないもう全部原稿ないをスライドに入れる、これはもう絶対やめた方がいいと思います。スピーチトレーニング。プレゼン失敗あるあるその2です。スライドに図が多すぎる。例えばこういうのですね。スライドに円グラフが4つあったら、今どこのことを話してるのかな、こういう風になりますので、聞き手としてはですね、ちょっとついていけなくなりまして、聞くのやめちゃってなんか難しいことを言ってるな、これになってしまいますので、スライドの基本はこれです。1ページに1メッセージ。基本中の基本ですね。グラフを載せるのであれば1ページに1つだけにしましょう。写真も1ページに基本的には1枚がいいと思います。で、そのグラフとグラフの比較を載せたいという時は、1ページに1つを1個、2個、3個というふうに3ページに分けて説明してから3つのグラフを並べるスライドを作るというふうにするとすっごく分かりやすくなります。スピーチトレーニング。プレゼン失敗あるあるその3です。難しい言葉の羅列。
これはですね、プレゼンの時に本当に陥りやすいマインドなんですけれども、頭が良さそうな人たちに頭が悪いと思われないようにしないと、そういうふうに思ってしまう。これが失敗の原因であるということ結構多いですね。頭が悪いと思われないようにしないと、難しい言葉を使った方が頭が良さそうに思われるんじゃないか、そういうふうになるとこういうスライドになってしまいまして、専門用語、カタカナ英語の羅列、こうなってしまうと、一個でもわからない話があるともう聞き手は難しいお話してはこうなってしまいますので、難しい言葉を使わなきゃいけない時はその説明を入れた方がいいですし、その専門用語じゃない言葉で説明できるのであれば一般用語で説明するのがいいと思いますね。例えばアウトソーシングとかフロントエンドとかDX とかもまだそこまで全員の人が分かるかといったらそうじゃないと思いますので、使うとしたら説明が必要だと思いますし、説明が必要ない言葉って言ったら、例えばデジタルとかスマートフォンとかはもう説明はいらないと思うんですよね。インターネットとかも説明はいらないと思うんですけれども、じゃあ誰に焦点を合わせて言葉を選んだらいいのかなって思った時におすすめしているのは、聞き手の中の一番知らなそうな方に合わせるっていうのがおすすめです。私以前ですね、税理士さんがスピーチトレーニングを受けてくれまして、確定申告のセミナーをするということがあったんですね。で、そのセミナーの内容作りから一緒にやらせてもらいまして、確定申告ってそもそも何なのか、確定申告ってみんながやるものなのか、そういう本当に基礎のところからお伝えする内容でセミナーを一緒に作ったんですね。そしたらもうすごく好評だったんです。やっぱりわからない話って聞けないんですよね。プレゼンって一方的に話す時間が多いですから、質疑応答もちろんありますけれども、一人で話し続けるという時間がどうしても長くなるので、聞き手が置いてけぼりになってしまうと、もう聞いてくれない、右から左、つまんなかったってアンケートに書いておしまいってことが起こるんですね。マインドはですね、頭が良さそうな人に頭が悪いと思われないようにしないとっていうマインドを脱却して、一番知らない人を置いてけぼりにしない、このマインドに変えていただけるとすごくいいと思います。分かりやすかった、面白かったって言ってもらえること増えると思います。スピーチトレーニング、はい、このへみきのスピーチトレーニングメルマガをやっておりますので、ぜひご登録お願いします。オンライン教材、動画教材ですね。本編90分の人前で話すのが怖くなくなる話し方講座、こちら販売中ですので、ぜひチェックしてください。マンツーマンレッスンもやっております。詳しくはプラン一覧を見てください。ぜひこのへみきの YouTube チャンネル登録お願いします。今回もご覧いただきましてありがとうございました。